やばいですね。絶滅危惧種の数は種類数としては増え続けているような現状があるわけなんですよね。なんていうかこうまだまだやっぱり日本人の視点って大雑把すぎるのかなっていうのが一個あって、こう緑っていいよねみたいなのがありますよね。でも緑って一括りにするのは非常に危険で、当然その在来種と外来種ってあって、外来種も緑だったりするわけなので一緒くたにしちゃダメなわけですよね。で例えばじゃあ森を切り払って自然壊しちゃった場所にチューリップ植えまくって緑にしたら OK なのかって言ったらやっぱ絶対 OK じゃないわけです。自然界って弱肉強食じゃないと私は思っていて、最強じゃないかっていうぐらい強い虎が一番絶滅しそうじゃないですか。例えばその日本赤ガエルっていう赤いカエルがいまして、これ絶滅危惧種なんですが、これが今すごく減ってると。じゃあこれが産卵できる場所を作ろうって言って深さ1メートルの池を作ったら、ウシガエル、外来種のウシガエルばっかり増えて赤ガエル全く増えないんですよ。で赤ガエル増やしたければ水深10センチの浅い水辺を作ってあげなきゃダメなんですね。そういう区別ができないとダメで、はい、そしたら次キーポイントの一つキーポイントになるかなと思ってるのは、その自然をこう守るためにそれとどう向き合うというか、人と自然って本当に共生できるのかみたいなところをちょっとお話ししたいなというふうに思うんですね。で私自身この自然を守る、環境保全するっていう仕事に就いたきっかけがなんていうか怒りなんですね。その自分が住んでいた場所の周りには、昔雑木林がすごいたくさん広がっていて、でそこで日々クワガタを取ったりして遊んでたわけですが、ある日突然住宅開発がやってきて、でほんの数年の間に全部なくなってしまったんですね。それを日々見てたわけです。でそれが本当に自分としては悔しかったし、怒りを感じて、そこにいた生き物たちが一体どうなってしまったんだっていうのをすごい考えましたし、それでもう絶対に大人になったらその自然を守る仕事に就くんだって決めて、今この仕事をしてるわけなんですけれども、やっぱりそういう中ではやっぱり人間に対する怒りですよね。やっぱ人間なんていなくなればいいのにって何度となく思ったわけです。子供としてはですよね。だけどその人間の中には当然自分とか親とか家族とかは多分含まれていなくて、でもやっぱり人間いなくなればいいのにってやっぱどうしても思っちゃうところがあったわけですよね。でも成長していく中で、やっぱり当然大切な人たちが増えていって、それじゃダメだなっていうふうに思い出しますよね。でそういった葛藤の中で、今考えるのはやっぱり自然を壊すのは人だと。だけれども自然を守れるのもやっぱり人なんだなっていうふうに思うんですよね。でそういう意味では私なんかは生き物大好きなので、日々生き物だけと接して生きていきたいなって思ってるぐらいなんですが、やっぱそれじゃあ自然って守れないんですよね。でなんだろうな、自然を守る、環境保全するためにはやっぱりそれを壊す人と向き合って人を変えていかないと守れないっていうことにはやっぱり気づいていて、そこを頑張らねばならんなって思ってるんですね。で結構私も生き物系でずっと来てるので、なんていうか生き物オタク、私もどっちかというと生き物オタク系ですけど、そういう人とたくさん触れ合ってきたわけですよね。でそうするとなんていうか虫の標本だけひたすら集めたい、でも人間とは関わりたくないみたいな人やっぱたくさんいるんですよ。でもそれだと自然守るの難しいんですよね。でそれ自体標本を作って情報を集める、記録を残すこと自体はとっても大切で、それがないとどんな自然に取り戻していいかって分かんなかったりもしますから、そこでは非常に役立っているとは思うんですが、ただそれだけやってても守れないんですよね。なのでなんでしょうね、例えば代表的なのはさかなクンとか、さかなクンは私は本当に尊敬してるんですけど、あれだけの深い知識を持ってその面白さとか大切さをテレビを通じて多くの人に伝えているっていうのは、やっぱりその生き物オタクでありながらちゃんと人と向き合って自然を守っていこうっていう意識の表れだと思っていて、まさにそれが必要なんだと思うんです。
僕もそこを意識して、生き物好きが我が職場にもたくさん入ってきますが、ちゃんとそこを説明して仕事をしてねっていう話はしてますね。なんか私もこの業界でもう20数年仕事していてですね、初期の頃はやっぱり生物調査のような仕事としては調査の仕事なんかをずっとやっていて、で科学的データを積み上げて報告書にし、それを役所に提出して、だから守ってくださいねって報告するわけですが、なかなかそれは生かされない。調査して報告書書いて提出してって、ひたすらそれをやっても本当に自然守れてんのかなっていうのがやっぱりだんだんと気づいてくるわけですよね。でそうじゃないんじゃないかってだんだん思い出して、それもあってちょっと私は転職したっていうのもあったんですけども、やっぱりもうちょっと人と触れ合ってその意識を変えていかないとダメなんだなって、やっぱりその積み重ねの中でようやく気づいたっていうような感じですかね。私ムツゴロウさんには子供の頃憧れてて、ムツゴロウ王国に就職したいと思ってましたねただそこでまだやっぱり子供だったので、ペットと野生動物の区別が多分ついてなかったんですよね。そこにきっと大きな線引きがあったところに意識がいってなかったので、大きくなってくるにつれて自分がやりたいことはちょっと違うんだなっていうのはなってきましたが、ムツゴロウさんは私結構好きでしたね。なんかやっぱペット可愛いし、大事にしたい気持ちもすごくわかるけれども、一方でそのペットが自然を破壊してしまっている部分もあったりするので、そこはちゃんと線を引いて分けなきゃいけないと思いますし、それをどんどん突き詰めて考えていくと、その人間とは果たしてその自然の一部なのかみたいなところに行き着いて、今のところ私は人間と自然はもう分けて考えなきゃいけなくなってしまったなというふうに思ってます。多分もともとは一つだったと思うんですね。当然自然の恵みを受けて人は暮らすし、その人の行いが自然にいい部分もあったりして循環の中にいたんですが、これだけやっぱり科学技術が発達してくるとちょっとそこの乖離が大きくなりすぎてしまって、今のこの人間の生活が自然の一部であるってしてしまうと、ちょっと不具合が出過ぎちゃうかなって思うんですよね。だから今ちょっと私は分けて考えていますね。はい、やっぱりなんか私が働いているのが里山環境なんですよね。で里山ってどんな場所かっていうと、基本燃料とか食べ物を得る場だったわけですよね。で料理の煮炊きとか風呂を沸かす際にガスも電気もないから、昔は木を切ってきて薪で沸かしていた。で薪を木を切ることによって明るい森が維持されていた。でそこで生き物たちもたくさん暮らせていたっていう、そういうこの人間生活がかつてあって、結構しかも最近まで7、80年前までそれがあったわけですよね。でそれがでもガス電気の普及によって一気になくなってしまったっていうところで、関係性がガガガガッと崩れていったっていう流れがあって、だからその辺りがきっとですね、人間と自然が分かれてしまったそのちょっと境界線なのかなっていうには思うんですけども、そういう意味ではやっぱちょっと人間の本当歴史、それこそ産業革命があったり高度経済成長があったりっていう流れがあって、そこの歴史のところは絶対に無視できないんですよね。でどこで分かれてしまったのか、どこでどんな弊害が出てしまったのかっていうのをちゃんと分析して、それをちょっと次に生かしていかないといけないというふうに思いますね。江戸時代の暮らしはまさにもう自然エネルギーと共に暮らしてたというか、あの時代すごいですよね。先人の知恵が詰まってるなって私も思いますけど、なんていうか、顔を洗うお湯一つ、太陽の光で洗面器でお湯を温めてそれで顔を洗うとかですね、本当に自然エネルギーで生きてたので、すごいですよね、あの知恵は。世界でも多分トップクラスの大都市だったですね、あの時代だと多分。それなのにあれだけのちゃんとした環境を保てていた、徹底したリユースとかリサイクルとかっていう仕組みが出来上がっていて、いやなんか本当学べば学ぶほどあんな時代が日本にもあったのかみたいなのは驚かされますよね。いくつか段階があってですね、やっぱり自然に親しむというか、その街の中に自然を取り戻すんだっていうのがやっぱり目標としてはあるわけですね。そのさっき学校の寄り道で自然に寄れるみたいな街にしたいって言いましたけど、そこがやっぱり結構私たちの大きな目標の一つになっているので、そのためにいくつかやってて、でその教育だったりですね、それから街づくりにやっぱり積極的に関わるっていうことですね。公園の管理を私たちはしてるんですが、
公園を拠点としてその周りの街づくりにも影響力を及ぼしていくっていうことが非常に重要になってきていて、その周りの自然と公園のつながりもそうですし、住んでいる方々みんなの力でもってこの自然を公園を管理していくんだっていうようなつながりもそうですし、その街づくりコミュニティづくりそのための教育っていうようなところは私たちの活動としては非常に重要視している部分になってますね。やばいですね。どんどんやっぱりまだ悪化し続けてまして、なんかかつてはその公共事業がかなり自然を壊していた部分があったと私は思っていて、ダムを作るとか道路を作るとかもちろん当然日本という国が発展する中で仕方なかった部分たくさんあったとは思うんですが、でもそれによって失われた自然がたくさんあった。でもだんだんと収まってきて、もちろんゼロにはなってないんですけども、だんだん収まっていく中でじゃあ自然がこれ以上壊されるのが止まるかっていうとまだ止まってないし、絶滅危惧種の数は種類数としては増え続けているような現状があるわけなんですよね。でそれやっぱ何とかしていかなきゃいけないんですけども、さっきちょっと解像度って話がありましたが、なんていうかまだまだやっぱり日本人の視点って大雑把すぎるのかなっていうのが一個あって、緑っていいよねみたいなのがありますよね。でも緑って一括りにするのは非常に危険で、当然その在来種と外来種ってあって、外来種も緑だったりするわけなので一緒くたにしちゃダメなわけですよね。で例えばじゃあ森を切り払って自然壊しちゃった場所にチューリップ植えまくって緑にしたら OK なのかって言ったらやっぱ絶対 OK じゃないわけですよ。そこに暮らしてた生き物たちはチューリップじゃ生きていけないわけなので、そこに取り戻すべき自然っていうのはやっぱりその地域本来の自然なわけですよね。それはその緑ってくくったんでは区別がつかない。緑の中でも在来外来もあるし、在来の中でも地域本来のものなのかよそから持ってきたものなのかっていうのもありますし、その解像度ですよね。緑ではなくて自然とか、自然の中でもどんな生き物がいるのか、それは普通種でいっぱいいるのか、もうちょっとしかいない絶滅危惧種なのかっていうことをちゃんと見分けて、そこにそれぞれの場所に合った管理をしていかないと絶滅危惧種を増え続けてしまうんですよね。例えばその日本赤ガエルっていう赤いカエルがいまして、これ絶滅危惧種なんですが、これが今すごく減ってると。じゃあこれが産卵できる場所を作ろうって言って深さ1メートルの池を作ったら、ウシガエル、外来種のウシガエルばっかり増えて赤ガエル全く増えないんですよ。で赤ガエル増やしたければ水深10センチの浅い水辺を作ってあげなきゃダメなんですね。そういう区別ができないとダメで、やっぱそこはやっぱ専門知識が結構いるところなんですよね。だからそこをちゃんと見抜く専門家や地元の自然保護団体なんかと協力して地域の方と一緒に守っていくみたいな、そういう形を作っていかないといけないのかなとは思いますね。そういったところを学校とかで教えられると面白いなと思うんですけどね。今スマホもありますしいくらでも調べようはあるので、なんかそのきっかけとかをちょっと学校教育の中とか地域の活動の中で与えてあげられるといいのかなと思いますけどね。自然界って弱肉強食じゃないと私は思っていて、最強じゃないかっていうぐらい強い虎が一番絶滅しそうじゃないですか。強いものほどでも絶滅しそうで、弱肉強食じゃ結構ないなと思っていて、やっぱりその環境に適応できるかどうかとかっていう部分が大きいと思うんですよね。カラスみたいに頭が良くて都市にも適応しちゃうやつは生きていけるし、そうじゃないやつはやっぱ滅んでしまうしっていうようなことがあるわけなんですけども、ただそれに身を任せていると、じゃあその適応できるやつばっかり増えてできなかったやつは滅んでいくっていうふうにして生物の多様性としては低下していっちゃうわけですよね。で僕らがそこから得られる恵みも減ってってしまいますから、そこはやっぱりちょっと人間が手助けをすることでバランスよくいろんな生き物が残っていける形にしなきゃいけないと思ってまして、結構外来種が強いってよく言われるんですよね。確かに外来種って強いイメージがあって日本の生き物を次々駆逐していくみたいな感じだと思うんですが、実はそうじゃなくって、あれってそのしがらみがないから好き勝手できてるだけなんですね。その何万年とかっていう歴史の中で例えば日本の自然はたくさんの生き物が絡み合って複雑な生態系ができると独り勝ちできなくなってるんです。独り勝ちしようとすると食べられたりして調整されるわけなんですが、そこに外国からポンと持ってくるとこいつはしがらみがないんで大暴れしちゃって強く見えるだけなんですね。
だから逆に日本の生き物を外国に持っていくと日本の生き物大暴れしてるんですよ。アメリカとかでめちゃくちゃ自然壊して増えまくってたりするので、別に日本の生き物が弱いとか外来種が強いとかっていうことではなくて、やっぱりバランスをちゃんと保ってあげるっていうことが大事だと思いますね。だからなるべくなんていうんですかね、多様な環境を用意してあげなきゃいけなくて、全部10センチの水深の水辺しか作らなかったら赤ガエルにはいいけど他の生き物にとってはダメなわけですよね。と水深20センチの生き物も30センチの生き物も生きれるようにいろんな水辺を作ればきっといろんな生き物が生きられるっていうことを考えると、可能な限り多様な環境を残してあげるってことになっていくと思うんですね。で本当突き詰めていくとやっぱ自然って本当よくできていると思うのは川の氾濫ですよね。川ってこう定期的に洪水が起きて氾濫を起こして、でなんていうんですかね、生えた草を押し流したりあちこちにいろんな湿地やため池を作り出したりするっていうのを数年おきに繰り返してたわけですよね。でそうするとこんな水辺もこんな水辺もこんな水辺もそうじゃない場所も勝手にあちこちにできて、どこかしらでみんな生き物は生き残れたわけですよね。それを自然は勝手にやってた。でも今に日本では特に堤防でもってガチッと固めダムで水量調整することで洪水が起きなくしてしまっているので、その環境が生まれないわけですよね。そうするとどんどん絶滅していってしまう。で田んぼを作ってたので田んぼに合うやつはそこで生き残れたわけですよね。でも今その田んぼすらすごい乾かすようになっちゃってそれもダメになりつつあるんですけども、だから今やるべきことは本当だったら自然の仕組みを取り戻すことで、アメリカなんかは結構やってるんですよ。ヨーロッパとかも堤防で固めてしまった川をもう堤防壊してセットバックするんですね。堤防あるんですけどすごく幅広くて、その中だけだったら川が自然に氾濫できる形に戻してるんです。そうするとやっぱ生き残れるんですよね。それはだから日本の場合国土が狭いのでなかなか厳しい。ただこれからその人口減少が起きて、少子高齢化進めば人が減っていく中であれば、もしかしたらできる場所も生まれてくるんじゃないかってちょっと私は思っていて、堤防のセットバックだったりあるいはその道路とかも、じゃあこの道路あんま使わなくなったからもう壊して自然に戻しちゃおうかとかっていうことがあってもいいのかなと。その道路の維持管理もお金かかりますから、少なくなっていく人口で全ての道路を維持するのはちょっと多分お金がもう足らないので、じゃあもうここを自然に戻しちゃおうかっていう場所ができてくると、これからだいぶ自然再生ももしかしたら進んでいくんじゃないかなってちょっとどっかで期待はしていてりはしますね。本当天変地異はなんかもう自然のプログラムの一つなんだと私はちょっと結構認識していて、台風も1年に一遍とか洪水が10年に一遍とか大地震は100年に一遍とかっていう形で来ることで、津波ももしかしたらその仕組みの一つなのかなとかって思いますが、そうやって一回ボーボーになってしまった植生が押し流されてリセットされ、またそこでいろんな生き物が生まれてくるっていうのはもう自然の仕組み。ただそれをこの人間が温暖化進めたりして悪化させて1年に一遍のはずの台風がもっとひどくなったり、なんていうかより自然のプログラム以上にひどくなっちゃってる部分があったりするのは問題だと思いますし、やっぱりその中でできればやっぱり人も一緒に幸せに暮らしていけた方が絶対にいいので、なんかそのすり合わせというかちょうどいい落としどころに持っていくべきなのかな、持っていきたいなっては思いますよね。川の氾濫はそのまさにリセットなんですよね。で土砂崩れだったり山火事だったりああいうのはリセットなんですよね。やっぱり植生繊維って理科でも習いますけど、植生繊維って一方通行で基本的には日本の場合だったら極相林と呼ばれる環境に向かってみんな動いていく。で最終的にはブナ林とか屋久島の杉林のような大きくて暗い森に日本全土が覆われるはずなんだけれども、そこで山火事土砂崩れ、洪水が起きることによって一部その極相林が元に戻る。そうするとそこでしか生きていけない生き物は命をつないでいけるっていうことになるので、ただその自然の作用が今なくなっちゃってるんですよね、日本の場合は。海外の場合は逆に山火事がひどくなりすぎてもう熱帯雨林までみんな燃えちゃうみたいなこともありますし、なんかやっぱちょうどいい自然の仕組みっていうのがちょっと人間のせいで崩されてきちゃってる感じはしますよね。なんかでも最近なんかワンヘルスって言葉がすごい言われるようになっ
って人間の健康、動物の健康、自然の健康って3つ揃って健康になることが大事だみたいなこと言うんですけど、なんかその話パッと思い出しましたね。私たちも結構それ取り入れてて、なんですかね、動物っていうのは野生動物もペットも両方含んでたりするんですけども、やっぱり最近自然を壊すことが感染症を引き起こしているってすごい言われるようになっていて、今まで人間が踏み込まなかった森の奥地まで破壊して人間が入っていくと、そこで病気をもらってくるみたいな、だからコロナとかもそうですし、デング熱とかですね、いろんな病気が多分あると思うんですけど、そういう意味ではやっぱり人間だけが健康って難しいでしょうし、多分きっとみんなが健康になっていく方向を目指さないときっとうまくいかないのかなとかって今ちょっと、人間が自然から乖離してしまってる部分もあるし、でもやっぱり自然の一部である部分もあるし、ちょっと両面見ないとダメですよね、なんかそういう意味では。僕なんかはやっぱ死ぬことが一つ非常に自然の仕組みの中では大事なので、別になんか死にたくないとは思わないというか、自分の死が次の命を育むっていう仕組みがもう知っているので、ぜひそこの中に身を委ねたいじゃないですけど、そういう思いが僕の中には結構あって、だからなんでしょうね、死に方、今死ぬと死体を燃やすじゃないですか、火葬で。本当僕あれやりたくないんですよ。できれば狼に食べてほしいんですよ。でも日本にはもう狼絶滅しちゃっていないから、じゃあなんかアメリカのイエローストーンに行って死体食ってもらえるのかとか、それも無理なんですけど、せめてなんかお部屋探しはエイブルアンビリーバブル、お部屋探しはエイブルエイブル、お部屋探しはエイブルがワンダフルエイブル、せめてなんか骨を粉にして川に流してほしいみたいな思っていて、で川に流すとそれを栄養分になって溶け込んで、それを微生物が食べ、虫が食べ、それを多分最終的には鮭が食べて、で川を遡上して山に持ち帰って、でそれをまたクマが食べてみたいな、この自然の大きなダイナミックな流れの中に自分の体も入ったらいいなって思ってるんですよね。それはなんか自然の健康だし、でもそのためには自分の体も健康じゃないと毒物を自然に持っていったら嫌だからちゃんと生きなきゃなとか、いろんなことも考えちゃいましたけど、やっぱり、人間は自然とは別に今は考えなきゃいけないけど、自然の一部としても考えてやっていかなきゃいけないんだなってちょっと今聞いてて思いましたね。エイブルに来る人っていい顔してるよな。新生活を始める人だからね。俺たちもいい顔で出迎えなきゃな。ああ、はい。お部屋探しはエイブルに来て